ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日は肩の成長の壁を打ち破るテクニックとしてトライセット法肩トレ編をご紹介します。筋力トレーニングを開始した当初は一つの種目を何回何セットインターバル何分といったやり方で終了し、次の種目に移るといったいわゆるストレートセットで行うことが多いと思います。しかしやがて停滞を迎えると、以前ご紹介したコンパウンドセットまたはプレエグゾーション、そして同一部位のスーパーセットなど同一部位のエクササイズを2種目連続して行う方法をピンポイントで入れて刺激の強さの揺さぶりをかけるテクニックもあります。そしてさらに上級者になるとトライセット法を取り入れるタイミングになりますが、具体的なやり方が分からず損をしている人も多いです。そこで今回の内容は1、トライセット法とは、2、肩の筋の構造と働き、3、エクササイズの方法と注意点、以上3点についてできるだけ分かりやすく解説していきます。トライセット法を導入したことがない方はもちろん、すでに行ったことがあるという上級者の方も今一度立ち止まっていただけると嬉しいです。また過去にご紹介したエクササイズ完全解説の動画も合わせてご覧いただくことにより、各エクササイズの精度が高まり、より効果的なワークアウトができると思います。それでは行きましょう。トライセット法とは、同一部位について3種目を休みなく連続して行うやり方です。本日は肩のトライセット法の実践例をご紹介します。三角筋前部は腕を前方に上げる働きがあり、肩の前方の厚みを形成します。三角筋中部外側は腕を真横に開く働きがあり、肩の外側の厚みを形成します。三角筋後部は腕を後ろに引く働きがあり、肩の後ろ側の厚みを形成します。これらの筋肉が丸々と発達すると、たくましい上肢のアウトラインが形成されることが想像できるかと思います。まずはじめに三角筋中部と前部のエクササイズをご紹介します。1種目目はダンベルショルダープレスです。開始姿勢は肩、臀部、両足をベンチまたは床に設置させ、ダンベルを肩の上やや前方に担ぎます。上げる動作は常に肘が手首の真下になるように、そして前腕が床に対して垂直になるようにしてダンベルを上げます。ベンチを体に密着させ、ゆっくりとスピードをコントロールして上げていきます。下ろす動作はゆっくりとスピードをコントロールして上げる動作と同じ軌道で下ろします。反復が終了したらダンベルを両膝に乗せて、そのまま立ち上がりダンベルを丁寧に床に置きましょう。2種目目はアーノルドプレスです。開始姿勢はベンチの角度を60度または75度に設定します。ダンベルを持ちベンチに座り、上腕を前方に上げ水平に保ち、肘を90度に曲げます。上げる動作は腕を外側に開きながら挙上していきます。前腕を常に垂直に保ちます。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通り開始姿勢に戻ります。スピードをコントロールして行います。反復が終了したらダンベルを両膝に乗せて、そのまま立ち上がりダンベルを丁寧に床に置きましょう。3種目目はサイドレイズです。開始姿勢はスタンスを腰幅から肩幅程度に開き、膝を軽く曲げて立ちます。ダンベルを親指で包むように握り、手のひらを体側に向けます。視線を前方へ向け、肘を若干曲げてセットします。上げる動作は腕を肩関節のやや前方に開きながらゆっくりダンベルを上げていきます。ダンベルを肩の高さ程度まで上げます。下ろす動作はダンベルを上げた状態からゆっくりスタートポジションに戻します。その時完全に下ろさない、負荷が抜けないように注意しましょう。その他組み合わせ可能な種目としてフロントレイズがあります。開始姿勢はダンベルを体内で持ち直立します。膝を軽く曲げ、視線を前方へ向けます。上げる動作は肘を軽く曲げ、ダンベルを前方に上げていきます。ダンベルを肩の高さ程度まで上げていきます。反動を使わずスピードをコントロールして行います。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻します。続いてインクラインサイドレイルです。
開始姿勢はインクラインベンチの角度を45度に設定します。ベンチに横向きになり、腕を垂直に下ろします。上げる動作は腕を肩のラインくらいまで開きます。膝やベンチにダンベルがぶつからないように注意しましょう。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻します。ただし完全に下ろしきらずに切り返すようにしましょう。ただしレストポーズを行う際は下ろしきった状態で休んでから次の反復に移ってください。続いて三角筋後部のトライセットです。1種目目はライングリアレイズです。開始姿勢はダンベルを持ち側外で横たわります。膝、股関節を曲げて上体を安定させます。ダンベルを持った手を前方に伸ばします。手は開内にしたままダンベルを真下に下ろします。水平内転し肩後面をストレッチさせます。上げる動作は肘を若干曲げ水平伸展方向へ上げていきます。垂直まで上がる手前で止めるようにしましょう。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻します。1種目目はチェストサポートリアフライです。トレーニング開始の準備としてインクラインベンチを30度または45度に設定します。開始姿勢はダンベルを両手に持ちインクラインベンチにうつ伏せに寝ます。ダンベルを親指で包むように握り、手のひらが向かい合うように肘を若干曲げて腕を下に伸ばします。上げる動作は腕を真横に開き、一定の速度でゆっくりダンベルを上げていきます。下ろす動作はダンベルが肩の高さ程度まで上がったらゆっくりスタートポジションに戻します。しかし完全に下ろしきらないように行いましょう。また前腕開内位、肩関節内旋位で行うと鍵盤のトレーニングを行うこともできます。3種目目はシーテッドリアフライです。開始姿勢はダンベルを両手に持ちシートに浅く座り上背部を丸めます。両腕を垂直に下ろし手のひらを合わせるようにします。上げる動作は肘を若干曲げながら両腕を真横に上げていきます。限界まで上がったら一瞬止めます。肩甲骨を内転させないように注意しましょう。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通りスタートポジションに戻していきます。また前腕開内位、肩関節内旋位で行うことにより鍵盤のトレーニングとしても効果的なものになります。その他組み合わせ可能な種目としてチェストサポート Y レイズがあります。開始姿勢はダンベルを両手に持ちインクラインベンチにうつ伏せに寝ます。ダンベルを親指で包むように握り手のひらが向かい合うように肘を若干曲げて腕を下に伸ばします。上げる動作は腕を Y 字に開き一定の速度でゆっくりダンベルを上げていきます。下ろす動作はダンベルが肩の高さ程度まで上がったらゆっくりとスタートポジションに戻しましょう。しかし完全に下ろしきらない、脱力しないように注意してください。続いてチェストサポートフェイスプルです。トレーニング開始の準備としてインクラインベンチを30度または45度に設定します。開始姿勢はダンベルを両手に持ちインクラインベンチにうつ伏せに寝ます。両腕を伸ばし垂直に下ろします。前腕を開内にしていきます。上げる動作はそのまま肘でダンベルを引き上げるようにします。ダンベルが額につくくらいまで引き上げていきます。一定の速度でゆっくりダンベルを上げていきます。下ろす動作は上げる動作と同じ軌道を通り一定の速度で下ろします。以上のまとめです。三角筋中部全部のトライセットは1、ダンベルショルダープレス、2、アーノルドプレス、3、サイドレイズ。上記1から3を休みなく連続で行い、これを1セットとします。重さは10から 15rm、反復回数は10から15回、セット数は3から5セット、セット間のインターバルは3から5分とします。その他組み合わせ可能な種目としてフロントレイズ、インクラインサイドレイズなどがあります。続いて三角筋後部のトライセットです。1、ライングリアレイズ、2、チェストサポートリアフライ、3、シーテッドリアフライ。上記1から3を休みなく連続で行い、これを1セットとします。
重さは10から 15Rm、反復回数は10から15回、セット数は3から5セット、セット間のインターバルは3から5分。その他、組み合わせ可能な種目として、チェストサポート Y レイズ、チェストサポートフェイスプルなどがあります。スマートワークアウトチャンネルが本になりました。ダンベルとベンチがあれば自宅で手軽にできる効果的な筋トレ方法を徹底解説しています。筋肉を効率的に成長させるためにはまず正しいフォーム、重さ、回数、セット数の基本を理解することが大切になります。この本と動画をフル活用して自宅での筋トレはもちろんジムでのワークアウトでも参考にできるダンベルトレーニングの入門書としてもご活用いただけます。概要欄のリンクよりお買い求めいただくことができます。ペーパーバッグをご希望の方は間もなく発売予定ですので今しばらくお待ちください。また Kindle 版をご購入された方には本の全文 PDF をプレゼントしております。ご希望の方は公式 LINE にご登録いただき、購入した書籍名、PDF 希望と書いてメッセージを送信してください。それではワークアウトいってらっしゃい。